夫を溺愛する姑からのいびりに耐えてきた10年間が不幸ではなかったのは、夫を愛していたからだったのに。人としての尊厳も奪われ、なすすべもなかった私に、あの2人、いや、3人があんな計画を立てていたなんて思わなかった。私は緑、夫のユージとは職場結婚。ユージはとにかく厳しく、ド S 上司なんて呼ばれていたほど。直属の部下だった私には特に厳しかったと思う。だけど、どんなに叱っても必ず最後にはボソッとだけれどフォローの言葉を入れてくれていたし、くじけずに踏ん張る私の頭をポンポンと撫でてくれたこともあった。俺がいないとダメだな。なんて言葉に目がハートになって交際が始まり、そして結婚。だけど、私の幸せは結婚式までだった。結婚して10年、幸せを感じる瞬間は数えるほどしかないように思う。君を働かせたくないというユージのプロポーズの言葉は、私を大切に思ってくれているからだなんて思っていた若かりしバカな私を叱り飛ばしてきたい。働いていた時にはやりがいがあって達成感もあって、そして何より毎日が充実していた。今の私はそんな気持ちを感じることはない。ユージを溺愛する姑と同居をして、終わりの見えない苦痛な毎日に耐えている。そもそも同居を開始することになったのは突然のこと。結婚式が終わり、新居に戻る車に姑も同乗してきたことを不審に思うべきだった。新居のドアにユージに続いて姑が入り、ただいまと言った。社長が直々に仲人を務めてくださるなんて、ユージちゃんの将来に相当期待しているのね。上機嫌でユージを褒めちぎる姑を披露宴疲れの体でもてなしていると、お茶を飲んだ姑がはーとため息をついてこっちを睨んだ。今日は許すわよ。だけど、明日からはちゃんと急須でお茶を入れてちょうだい。明日？明日の午前中には引っ越し業者が荷物を運んでくるから、ユージちゃんの嫁として恥ずかしくないように対応なさい。引っ越しっていうのは。私の言葉を無視して、姑はユージと近所への挨拶回りの相談を始めた。二人の会話を聞きながら、私には何の相談もなく同居が決まっていたのだと知ったのだ。それでも愛するユージの母親だ。うまくやっていかなくてはと奮起した。同居が始まると、朝早くから夜遅くまで姑からの命令が止まらない。一緒に食卓を囲むことすらなかった。出来たての料理を提供し、味に逐一文句をつけられ、ひどい時にはゴミ箱に捨てられることもあった。家計の管理はすべてユージがして、私に自由になるお金はない。それなのに、安物の調味料を使うなとか、お里が知れると姑の言葉が突き刺さる。ユージが助けてくれることもない。今日の報告。二人に給仕をする私にユージが声をかけ、急いでユージの横に立ち、今日一日何をしたのかを事細かく説明する。その13時からの掃除に1時半もかけていた理由は何だ？網戸の張り替えが初めてだったから時間がかかってしまって。網戸の張り替え？必要あったのか？お母さんが。私はいらないって言ったのよ。なのに網目が大きくて虫が入ってくるとかみどりさんが言って。無駄な金を使うな。誰が稼いだと思ってる？すみません。蚊が一匹侵入したと大騒ぎをして、私に網戸の張り替えを命じたのは姑。
まるで私とユージは部下と上司で、姑はお局様のようだ。ユージがいつでも姑を最優先する姿を見ると、結婚前に同僚から、あいつはマザコンだからやめときな、と言われた言葉を思い出す。母親思いなのは素敵なことよ。だなんて、お花畑だった私が恨めしい。ユージちゃんの子供だったら、きっと優秀な子に育つわ。早く孫の顔が見たいものね。排卵日の前の月に一度の行為で子供ができることを望まれても困るのだけれど、そんな私に転機が訪れたのは、かつての同僚からの電話だった。人材不足で経験者に戻ってきてほしいと。正直言えば、すぐにでも飛びつきたい。やりがいのあった充実した毎日が心底懐かしく、涙を流したことは数知れない。だけど、ユージさんに聞いてみないと。確かにね。あの人、妻は家にいるべき派だからね。許してくれるかな。あんたはどうしたいの？私は、また働きたい。オッケー。あんたが戻ってきてくれたら会社も助かるんだからさ。こっちも根回ししておく。そもそもの原因はユージなんだからさ。そもそもの原因？続いてユカの口から出てきた言葉に納得がいった。厳しすぎるユージに新人が定着しないのだという。ユージも人手不足は痛感しているはずだから、経験者の私が戻ることを無下に断らないはずだというのがユカの考えだった。それに、今は週3の出社でいいんだから、ユージもそんなにうるさく言わないんじゃない？週 3？ ほら、今は週2はリモートワークでしょ？週2で？リモートワーク？驚きでその後の言葉が続かなかった。家には私と姑しかいない。平日ユージが自宅で仕事をしていたことはないし、そもそも土日祝日も出番だと飛び出していくことも少なくない。いや、でも、自宅では仕事がはかどらないと思ってカフェにでも行っているのかもしれないし。知らなかったわけじゃないよね。無言になったのが答えだと受け取ったのだろう。ユカもしばらく考え込んだように無言になって、お互いに小さなトゲが刺さったまま電話を切った。リモートワークがあるんだってね。空白の2日間はどこにいるの？そう聞くことができればいいのに。染みついた厳しすぎる上司と出来損ないの部下のような関係で言えるはずもない。ユージに言い出せずに1週間が過ぎた頃、もやもやした私の気持ちを察したようにユカから連絡が来た。あんたが戻ってきたら快適に仕事をしてもらいたいって思ってるの。だからおせっかいだとは思ったけど、ちょっと気になることがあって。言いづらそうにしているけれど、ユカは信頼できる同期だ。バリバリと働く姿は憧れるキャリアウーマンそのもので、裏表がないのは誰もが認めるところ。気になること？何でもいい。教えて。飛びつくように私は電話を握りしめた。ユージの裏切りが頭をかすめた1週間だった。このモヤモヤした気持ちを晴らしたい。その一心で。自分の目で見た方がいいわ。明日の12時、駅前の焼肉屋に行ってみてくれない？あの高級焼肉？無理よ。そんなお金。私が出してあげるから、ね。あんたの一生を決めることになるかもしれないから。そこまで言ってくれるなんてよほどのこと。高級焼肉店で最低限のメニューが注文できるだけのお金もない。結婚前の数少ない服やバッグを抱えてリサイクルショップに駆け込んだ。
なんとかわずかばかりのお金になり、ゆかに借りずに済む。不安な気持ちに押しつぶされそうで頭痛もしてきた。明日、私は何を見るのだろう。決して喜ばしいことではないのは間違いないだろうけれど。翌日、少しばかり変装をして焼肉店に向かった。到底一人焼肉をするような店ではなく、店員に一人というには勇気がいる。財布と相談しながらメニューを見ていると、甲高い声が聞こえてきた。姑だ。とっさに息を潜めて帽子を深くかぶり直した。こっそり覗いてみると、姑の横にいるのはユージ。正直言ってほっとした。浮気現場を目撃することになるのだろうと覚悟していたからだ。私に内緒で二人だけの豪華なランチ。そのくらいのことならこれまで何度もあったことだ。私よりも姑ばかりを優先するユージをマザコンだと心配するユカが見せたかったのはこれかと、売ってしまった服やバッグを思い出し、少し後悔しながら私の存在に気がつかず、近くに座ったユージと姑の会話に耳を澄ませた。ハワイに行ってもこんな美味しい焼肉あるかしらね。あっちはあっちでうまいものあるだろう。今度は私抜きでハワイ旅行の相談か。もはや悲しいとも悔しいとも思わない自分が笑える。一人の時間を過ごせるのかと安堵さえしているのだから。ところが、そんな私ののんきな考えは打ち砕かれた。ユージちゃんのことだから、慕ってくれる部下も多いでしょうに。みんな悲しんでない？無能な部下しかいないからな。誰にも言ってないよ。どこから緑に漏れるかもわかんないしね。もういいじゃないの。あんな女どうだって。まあな。来月からマリナと3人で新生活の始まりだ。ハワイでの海外生活なんて楽しみだわ。マリナ？3人で新生活？初めて聞く名前に戸惑いを隠せない。自分の思考をどれだけフル回転させても、二人の会話の意味を理解するには時間がかかりそうだった。その時。お待たせ！待った？パスポートとかいろいろ大変でさ。甘ったるい声が駆け込んできた。私の横を通り過ぎ、姑とユージのテーブルに座るなり、焼けた肉を一枚ひょいと食べる無遠慮さ。そんなこと、まかり間違って私がしようものなら、どんな怒号が飛んでくるかわからない。ユージが若い彼女の名前を呼び、それがマリナなのだと分かった。私が今、遭遇しているこの現場は何なのだろう。何を見せられているのだろうか。てか、ユージから預かってるクレカ、どのくらい使っていいの？海外生活を始めるんだもの。マリナちゃんのセンスでインテリアもたくさん買っていいのよ。限度額いっぱいまで使っていいよ。どうせ海外で会社始めたらブラックカードなんてすぐなんだからさ。まあ、ユージちゃんたら頼もしいわ。まだ離婚してないんでしょ？奥さんになんか言われない？あいつには金のことは一切触らせてねえから大丈夫。それに俺が稼いだ金だぞ。なんであいつの許可が必要なんだよ。そうよ。だってユージちゃんの仕事に対する評価なんだから。だから独立だって会社が後押ししてくれてるのよ。こんな大企業が後ろを守ってくれるだなんてめったにないことよ。成功間違いなしだわ。まあ、そっか。ユージいつも言ってるもんね。錆びた女なんか見てるだけで気がめいるって。おえつを押し殺すのに精一杯だった。
私の耐え抜いた10年は何だったんだろう。浮気なんて可愛らしいもんじゃない。私を捨てて、ユージは姑と若い女を連れて、ハワイで新規事業を始めようとしている。そこからどうやって帰ったのか記憶にないけれど、ユカからの電話で現実に戻った。実は、あんたを復職させたいってことをユージに言うタイミングを見計らってたんだよね。そしたら、ユージの妙な動きが目についたの。あれ、こいつもしかして仕事辞めるつもりじゃないかって。辞めるかもしれないと感じた経緯をユカは教えてくれたけれど、全く頭に入ってこなかった。どうして、あの焼肉屋って。ほら、私昔から言ってたじゃん。あいつ、マザコンだからやめなって。偶然あいつの手帳を見ちゃったことがあったんだよね。そしたらユージ、手帳にびっしりママとのやりとりを書いてあるの。スケジュールにはママとの予定でいっぱい。その上、こうしたらママに褒められたとか、ママがなんて言ったとか、もう鳥肌。そんな手帳が。それでこっそり見てみたんだよね、この間。そしたら、焼肉屋でママとの重要なランチって書いてあって。そして手帳にユージの独立のことも、そして愛人のことも。ユカが教えてくれた手帳は、笑えるほど簡単にユージの部屋で見つけることができた。10年間私が気がつかなかった手帳の存在に油断していたのだと思う。すべてのページをコピーし、一晩かけてすべてを読み終わった頃には、涙は枯れ果てて怒りの感情だけが湧いていた。返せ、私の10年を。朝食の準備もしないまま朝を迎えた。テーブルの上がまっさらな状態でいることに、ユージも姑もぎょっとしたようだった。あなたたちが共謀して浮気していること、知ってるんです。余計な前置きなんか必要ない。私は単刀直入にユージの目をまっすぐ見て言ったけれど、ユージは一瞬考えた顔をしたものの、すぐにふんと鼻で笑った。だからってだからなんだと言うんだと聞いているのがわからんのか。浮気していいとでも。お前、自分のこと鏡で見たことあんのかよ。いつもおどおどしやがって、気分がめいるんだよ。それが浮気の理由？それで、浮気してればなんだと言うんだ。お前は今まで通り、家のことをやってりゃいい。そんな、それじゃ、私は何の意味が。朝から気分が悪い話をするんじゃない。誰のおかげで今まで生活してこれたと思ってんだよ。謝るどころか、開き直るユージに恐怖を感じた。今までのことに感謝するならまだしも、盾つくだなんて。やっぱりユージちゃんにはふさわしくないのよ。盾つくって、それじゃ、私の10年は。そう、10年よ。結婚してから、子供もできないあんたに何の用があるっていうのよ。2人がかりで私に詰め寄ってくる。せめて浮気を突きつけられて、狼狽して欲しかったなどと甘い考えだった。そもそも、こいつらは私を捨てていくつもりだったのだから。それなら、私にも考えがある。覚悟も決まった。離婚で結構。浮気を認めないのならそれでもいいわ。ただ条件があるの。いいご身分だな。条件を出すなんて。けじめよ。あなたも困るでしょ。仲人さんに言わずに離婚はできない。だって、あなたの新規事業の後見人になってくれてるんでしょ。仲人もしてくれた社長さんには、
確かに報告は必要かもしれないわ。わかったよ。報告には行くから、お前は余計なこと言わずに黙ってろよ。社長さんも、こんな女なんか連れて行かない方がいいって賛成するに決まってるわ。北総 M 姑を見て、私も密かに北総 N だ。ここから私の復讐が始まるとも知らずに、姑に行ってらっしゃいと見送られて、ユージは私と一緒に仲人をしてくれた社長夫婦の家に向かった。玄関のチャイムを鳴らしてから、またユージが余計なことは言うなよと念を押した。だいぶ新規事業の方は進んどるようだな。楽しみにしとるからな。ニコニコと出迎えてくれた社長に、ユージがこびた笑いを浮かべてペコペコと頭を下げる。ありがとうございます。それで社長、この度はご報告があって参りました。報告？めでたいことか。めでたいといえばめでたいことです。おお。社長が私のお腹を見て、期待した表情をするのは心が痛む。実は私たち、この度離婚をすることになりまして、つきましては、こちらの離婚届に承認を。離婚？どうしてだ？予想外のユージの言葉に社長が立ち上がった。私の新規事業にこの女を連れて行ってはいい結果が期待できません。この女は寿大社をいいことに仕事を投げ出し、かといって家のことすらまともにできない女です。新規事業の立ち上げを考えると。ユージの言葉を遮って、今度は私が立ち上がった。違います。ユージが浮気をしているからです。おい！この10年、姑のいびりにも耐えて、ユージを支えることに専念してきましたが、この結果です。社長、違います。この女は根っからの嘘つきで。本当なの、おじさん。おじさん？お前、言葉の使い方も知らんのか。だからお前は。この手帳を見て、おじさん。取り出した手帳のコピーを社長に差し出すと、奪い取るように掴んで、ものすごい勢いでページをめくった。違うんですとか、こいつは嘘つきでとか、ユージは何とか社長からコピーを奪おうと手を伸ばしては跳ねのけられた。貴様、わしの大事な姪っ子。姪？ユージは、自分が優秀だから将来を期待されて、仲人を社長が申し出たと思っていたけれど、実際は私の叔父だからだ。そこからは社長の怒号が続いた。ユージは頭を床にめり込ませんばかりに土下座をして、違うんです。申し訳ございません。を繰り返すばかり。こんなユージの姿は見たことがない。さっぱりしたわけではなかったけれど、滑稽というか、情けないというか、こんなダサい男に10年も縛り付けられていたのかと、自分を哀れに感じた。緑を人間扱いしなかったことを後悔するんだな。お前などもはや人間でも何でもない。社長の奥さんが私を抱き寄せて、背中を撫でてくれた時に初めて涙が流れていることに気がついた。味方が欲しかったのかもしれない。この10年、本当に孤独だった。社長は離婚届の承認欄にサインをした。社長に頭を下げ続けるユージを残して、私は離婚届を提出し、離婚成立。ユージは社長から独立の支援を取り消されただけではなく、ユージとマリナに対する慰謝料の請求のために、社長が私に腕のいい弁護士をつけてくれたおかげで、マリナからは200万円、ユージからは10年という長い年月の経済的な DV も認められて、500万円を支払わせた。ハワイに行く予定がどうなったのか気にもしていなかったけれど、
泣き顔のユージが会社帰りの私を待ち受けていたのは、離婚が成立してから2週間も経っていない時だ。なんとか社長に掛け合ってくれないか。このままでは会社を立ち上げるために使った資金の返済も、お前は何の関係もないよな。なあ、俺は仕事で評価されてきたわけだから。仕事に対する評価なんてよく言えたわね。あんた、誰のおかげで今まで会社ででかい顔できていたと思ってるの？そんな、頼む。自分の顔、鏡で見てみたら？おどおどして気がめいるわ。ユージにとっては人生最大のピンチだろう。すでに動き始めてしまった新規事業は社長の支援を受けられなくなり、私への相場以上の慰謝料、そしてマリナが使いまくったクレジットカードの支払いも待ち受けている。1ヶ月もしないうちに姑から恨み言の電話がかかってきた。あんたのおかげでね、事業は破綻寸前よ。ねえ、面白いんでしょ。面白くもなんともありませんよ。他人事ね、随分と。他人ですよ。離婚したんですから。ああ、そうですか。こっちにはね、マリナちゃんのお腹に新しい命が宿ってるのよ。羨ましいでしょ。あんたにはできなかったことだものね。私があなたにしつこくネチネチ言われて病院に行かなかったとでも思っています？私に原因はなかったんです。お調べになった方がいいんじゃありませんか？息を飲む音が聞こえた後、ごくりと唾を飲み込む音も聞こえてきた。震えればいい。唯一の希望も血のつながらない孫だという現実に。職場復帰を果たした私の毎日は輝くほど充実していた。褒められ、感謝され、叱られることはあっても屈辱ではない。めちゃくちゃ輝いてるじゃん。私もそう思う。ブランクを取り戻すべく毎日が忙しい。あれからあの家族とは連絡を取っていなかったけれど、ハワイにいるはずのマリナが幼い子供を抱えてみすぼらしい格好で歩いているところを見たから、離婚したのかどうかはわからないけれど幸せではなさそうだ。錆びた女は好きじゃないんじゃないと言ってやろうかと思ったけれど、そこまでしなくとも地に落ちたのは明白だからやめたけれどね。